日本国内でひたすら削り合いをするっていうより、自分が面白いものとか興味があるものを作って外貨を稼ぐっていうのをやった方が結果として儲かるような時代が来ると思ってますよね。ベーシックインカム的なものをやってエンターテインメントだったりっていう第三次産業の方で勝つっていうのはまだマシなんじゃないかなと思うんですよね。ひろゆきさんが考える実現は不可能だろうけど実現できれば日本が長い目で見て絶対良くなる法律って何かありますか？子供が生まれたら1000万円の話は聞いたので他のでお願いします。少子化経済、少子化対策、年金、治安、国防など。ベーシックインカムは僕はありだと思っていて、日本国籍を持っている人であれば月に7万円もらえるっていうベーシックインカムっていうのを提唱してるんですけど、ベーシックインカム案っていうのをググってもらえばニコニコ大百科にそれがあると思うんですけど、でそのベーシックインカムをなぜ僕が推奨しているのかっていうと、無駄な仕事を減らした方が結果として日本が割とうまく回ると思っていて、例えばじゃあビール会社って発泡酒みたいなのを作っていて日本人相手にずっと商売をしてるんですけど、発泡酒を飲む人の人数増えないんですよ。日本人しか買わないから。まずいんですけど税金が安いから仕方なく買っているっていう日本国内でしか流通しないんですよ。でただ発泡酒っていうものをずっと売り続けることで一応給料もらえるよねっていうのでビールメーカーの人たちが給料稼いでるんですけど、ビールメーカー同士で研究開発をしてまずい酒を一生懸命研究して作ってるんですよ。でそこも切磋琢磨を日本国内でやってるんですけど、でそれって給料をもらって働かなきゃいけない人たちがいるからそういうのになるんですけど、こんなこと無駄じゃねって言って失業するのがみんな怖いので、なので無駄な削り合いの競争をしなきゃいけないんですよね。別に発泡酒なんか作らなくてよくね、別にそこで売り上げ上げる必要なくね、でそれよりも別のことやった方が楽しいよねってなった方がいいんですけど、生活不安がある限り人は会社に所属して会社の命令に従わなきゃいけないんですよ。なのでじゃあ生活の最低限に7万円ぐらいあれば暮らせるよねっていう人があったら、じゃあ1抜けたって言って自分で生活して、その中で僕はめちゃめちゃ美味しいビールを自分で開発しますと。なので一生懸命ビールの開発して美味しいビール作りました。じゃあそれを日本国内だけじゃなくて海外に回すっていうので、じゃあ美味しいビールだからっていうので他の国の人がこれは確かに美味しいよねとか面白いよねとかラベルが可愛いよねとかで買ってくれるんだったら、それはそれで外貨が稼げるんですよ。ビールって別に美味しいで売る必要なくてかっこいいで売ってもいいんですよね。タバコってその美味しいから買われるタバコじゃなくて単純にかっこいいから買われるタバコってあるじゃないですか。ジョーカーとかギタンとかっていうのがあるので、パッケージが可愛いとかで割とお菓子も売れたりするので、なのでそういう形で多様な戦い方があるんですよね。鬼滅の刃ビールっていうのを出したら、じゃあヨーロッパで売れるかもしれないみたいなっていうのがあって、パッケージがめちゃくちゃかっこいいとかっていうので売るっていうのもあると思うんですよ。なのでそういう形でいろいろ外貨を稼ぐっていうのを日本国内でひたすら削り合いをするっていうより、自分が面白いものとか興味があるものを作って外貨を稼ぐっていうのをやった方が結果として儲かるような時代が来ると思ってるんですよね。工場で物を作って大量生産して売るっていうのを割と今の時代はずっとやってるんですけど、でそれが中国と戦った時にもう勝てないよねっていうのが結構明確になってるんですよ。一応ユニクロとかは服の質で戦ってるんですけど、服の質っていうのも時間の問題で追いつかれちゃうんですよね。同じような繊維を買って同じような縫製で作ってっていうのが不可能ではないんですよ。まあ不可能な部分で多少特許とかで頑張ってる部分あるかもしれないですけど、でもじゃあ儲かるものっていうのはこれ儲かるんだってバレると外国が真似して、で外国がもっと安い人件費で作るっていうのが東南アジアが作るっていうのになってるので、なのでものづくりで先進国が利益を上げ続けるっていうのは長期的にかなり難しいんですよね。なのでサービス業で何とかするべきだと思っていて、例えばじゃあその鬼滅の刃って面白いアニメがあります。でも中国もアニメ作ってるよ。じゃあ中国のアニメ見ればいいじゃんってならないんですよ。鬼滅の刃が見たい。アメリカで有名な歌手とかでジャスティン・ティンバーレイクが好きですっていう人に、でも東南アジアでこんなアイドルいるよって言っても、いや俺ジャスティン・ティンバーレイクが好きだからで終わりじゃないですか。なのでエンターテインメントっていうのは替えが利かないんですよ。これが見たい、これが好きってなると他に似たようなのあるよって言っても、いやいやそうじゃねえよってなるんですよ。鬼滅の刃見たいっていう人に呪術廻戦見せても、いやいや俺は鬼滅の刃が見たいんだと、呪術廻戦じゃないんだってなるじゃないですか。なので唯一無二であるっていうのが割とブランドだったりエンターテインメントだったりっていうのがあるので、なので個人がめちゃめちゃ面白いものを作ろうみたいなので、江戸時代に浮世絵みたいなものが生まれたんですよね、日本で。ヨーロッパとかって油絵とかでやってたら、基本的には写実的な絵を描こうと思ってたら、浮世絵みたいなバッチリ平面なんだけどなぜか臨場感があるみたいな不思議な絵っていうのがあって、これ超面白いみたいなので割とヨーロッパで浮世絵めっちゃ売れるみたいなのがあったんですよ。で
もあの当時の日本の画家はあれが普通だと思って作ってたんですよ。めちゃめちゃ儲かったかっていうとそうでもないですけど、これ面白いと思って歌川清麿みたいな人が書いてたりして売れましたっていうので、歌舞伎役者の版画ってバンバン書いたら売れるよねっていうので版画バシバシしてたんですけど、これがアートとして超面白いみたいなヨーロッパの人が大量に買うみたいなのがあって、他の国の人他の人がやらないことっていうのを個人がめちゃめちゃ突き詰めてやってると結構面白い結果になるよねみたいなのがあったりするので、なのでベーシックインカムみたいな形で生活に困らないようにして何か面白いものをやり続けるっていうのをやるっていうので、ベーシックインカムみたいなものってやれる条件として大陸ではないことっていうのがあるんですよ。ヨーロッパってベーシックインカム不可能なんですよ。フランスでベーシックインカム始めましたってなるとみんなフランスに来ちゃうんですよ。土地がつながってるからみんな来ちゃってベーシックインカムが成立しなくなっちゃうんですよね。でも日本の場合って移民一切入れません。日本語喋れないやつはめちゃくちゃ暮らしづらいです。で、外国人差別超強いですっていうのが、いい悪いは別にしてそういう状況なので、ベーシックインカムをやったとしても日本で生活できる人っていうのが海渡ってきて難民になるって難しいじゃないですか。泳いで渡ってくるとか。なので結果としてベーシックインカムをやったとしても外国人が大量に押し寄せてきて日本が困るっていう風にならないっていうかなり特殊な地理的条件があるんですよね。なのでベーシックインカムをやることができるっていうのと、あとその文明文化としてちょっと特殊なんですよ日本って。東南アジアでは一応似たような文化はあるんですけど、やっぱり日本って特殊な文化なので、日本のアニメだったり日本の小説だったり日本の映画だったり日本のゲームだったりっていうのはやっぱり他の国のものとちょっと違うものになるんですよね。なのでそういう形で特殊な文化でものを作ると他の国から見ると、あ、それ面白いじゃん、初めて見たっていうのがあるので、ベーシックインカム的なものをやってエンターテインメントだったりっていう第三次産業の方で勝つっていうのはまだマシなんじゃないかなと思うんですよね。IT で勝つのも無理になっちゃったんですよ。IT の場合ってアホみたいにお金を優秀な人を世界中から集めてかけるアメリカっていう国と、あと法律を破っていいっていう中国っていう国が、でさらに金もあるんですよねっていう国が戦ってて、でそこのめちゃめちゃよくできたシステムを世界中の人が使わざるを得ないっていう状況になってるんですよ。なので今から日本が研究開発投資をして Google のようなレベルのものが作れるかっていうともう無理なんですよね。めちゃめちゃ頭のいいソフトウェア作れればどうにかなるのかっていうもう時代終わっちゃってて、 Google とか Amazon とかっていうのがなんでうまくいってるかっていうと、世界中にデータセンターを作っていてそこにトラフィックを流すっていうのでコストを安くデータを流すことが可能な会社っていうのを作っちゃったんですよ。なので日本でじゃあニコニコ動画みたいなのやったとしてもデータ転送コストが高すぎちゃってとてもじゃないけど海外で戦うなんて無理なんですよねっていうのがあるので、ソフトウェアでどうこうじゃなくてネットワークインフラっていうところもアメリカは抑えてしまったので、光ファイバーとかも世界中埋設してるのはアメリカだったりするので、なのでそこをもう勝つのはできないので、じゃあそうするとその上で動くソフトウェアとかの面白さだったりエンターテインメントだったりブランドだったりっていうところでなんとかするっていう方がまだマシなんじゃないかな。それ以外で勝ちに行くっていうのは構造上かなり難しいんじゃないかなと思ってます。はい、日本の国会議員や総理大臣等の選ばれ方と勤務制度を自由に変えられるとしたらどのように変えますか。素人的には50、60代あたりで定年、会社員経験必須、総理大臣を直接選挙が思い浮かんだもの、多分これらより良い方法があるんじゃないかと思うので伺いたいです。法律自体は国会議員が決めるので国会議員に不利な法律は通らないっていうのがあると思うんですけど、やるとしたら僕その票の年齢加重平均にしますね。例えば20代は20票で80代は1票っていう感じで年齢が下がるに従って票を下げるっていうのをやりますね。でこれをなんでやらなきゃいけないかっていうと、仮に医学がめちゃめちゃ進歩して人間が150歳とかまで生きるようになるとすると、例えば60歳で人は働けなくなるじゃないですか。でも150歳まで生きるとその後90年間生きるんですよ。そうすると高齢者にガンガン年金払おうぜとか、働かないのが正しいよねとか、社会を作って子供を育てるっていう世代じゃないところが実権を握っちゃうんですよ。そんな国怖いじゃないですか。子供産む人より子供産まない人の方が人数多くて、でそういう人たちが政治家をガンガン作って少子化がどんどん進んで、で若い人の給料はどんどん下がって派遣みたいなシステムに入れられて、なんか働いてるけど正社員じゃないからいきなり首切られるよみたいな国があったとしたら、そんな国嫌じゃないですか。っていう風にしないためにはやっぱり高齢者を優遇しない方がいいなと思うんですけどね。そんな風な国にしないように皆さん頑張った方がいいんじゃないですか。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。